禁断のしらすバター丼定食です。なんかこれ一瞬でなくなりそうな気がする。あうめえな。あっという間に飲み込んでしまう。しらすは飲み物。全メニューにしらすを使うしらすの専門店です。そのまんま食べてもらうっていうのももちろんあるんですけど、お塩の代わりにしらすを使ったりとか、あとはしらすで出汁を取ったりとか、うまみの調味料みたいな意味でも使ったりします。禁断の明太子です。はい。明太子小盛りです。はい。ふわふわのしらすに埋もれたいなと思って、なんかまあ2万匹ぐらいいたら埋もれられるかなっていう、こうしらす藁に寝るやつあるじゃないですか、ジブリとかでこう寝て洗うっていうしらす、ふわふわのしらすに埋もれたいっていうのが店名の由来です。素愛がすごいですね。なんかどんどん好きになって困ってますね。しらすがふかふかしてて、市販のやつはよく食べるんですけど、それとはちょっと全然違う。いや本当ここね、いつも切っても美味しいんですよ。それで四国の友達をここへ来させたいと思ってるんだけど、みんな来たがるんだけど混んでてね、なかなか予約が取れない。まあ予約すればいいんですけど、夜はね、高知の食材を PR する仕事を一生の仕事にしようって思って前の仕事を辞めたんですよ。何のスキルも経験もないのにここに来れば高知のことが分かったりとか、なんかそういう風に力をつけていけたらなって思ってます。六本木の高知なんてどここんにちは。禁断のしらすバター丼定食。はい。禁断4個。はい。禁断1個です。はい。禁断3個です。はい。イワシが産卵に来る場所と漁をする場所が近いから、生まれてすぐその取れる場所にあって、背骨が育てないことでふわふわの食感になるし、内臓がまだ大きくなってないから苦みが抑えられて甘みが出る。なんか見れば見るほど可愛いんですよ。見たことありますか？まじまじと。実は顔つきも違うし、そうしらすって、まあ、イワシの子供ですけど、3種類のイワシの子供で、目うるうるのウルメイワシとかちょっと黄色、ボディが黄色かったりするし、あとマイワシは、まあ、バランスの取れたイケメンだなと思うし、カタクチイワシって口がシュッと前に出てて、なんか可愛くないですか？友達がフランスから帰ってくるって言ってて、じゃあちょっとエシレバター買ってきてよみたいな、そんな会話からここにしらすが入ってたらもっと美味しいのになとか、この食材をこのしらすに変えたらどうかなとか、なんかそんなことを妄想してやっていて、だいたい1回でなんか納得のいくものにならなかったらもうやらない。ただ1年間食べてくださったのかと思ったぐらい言われてる。お待たせしました。禁断のしらすバター丼定食です。食べ方がありまして、まずはバターには触らずにお米しらすネギで食べてください。その次にエシレバターを混ぜて溶かして食べて、3つ目に秘伝のタレをかけて3段階で、はい、そう、その醤油ソース、はい、3段階で召し上がってください。はい、しらすとご飯バター。万能ネギが用意しようとしてますね。いやまあこれ一瞬でなくなりそうな気がする。あっという間に飲み込んでしまう。しらすは飲み物。
蓋を一つもらえるかな。あ、ちゃんと溶けてきてる。やっぱバイうめえなと思って。バイうまい。バターいいですね。僕バターは初めて今日食べたんですけど、バターとしらすが合うのと思ってなかったんですけど、しょっぱさがちょっと増して、米がすごい進んでいました。しっとりな味になったなっていうのはすごい、バターを今日入れて思えたので、めちゃくちゃ美味しかったです。やべ、これ入れるのですね。あ、これが一番美味しいです。バターとしらすとこれがかけるのが僕は今一番好きです。撮ってる場所が毎回変わるんですか？基本的にはもう高知の秋漁港です。美味しいですね。高知のしらすは初めて食べました。ちょっとやっぱ川の水と海の水がこう合わさってるところで育つんですけど、まあ、ミネラルが豊富でとか栄養素がこう、うちのはもう添加物も何も使わずに釜揚げしてるっていうのもあって。ここにもしらすいる。これは高知から届いたチッシーと、ね、わざわざ高知の使うと送料もかかるし時間もかかるし、でも高知の野菜の方が味が濃いんですよ。全然違う。ここにしらすが入っている。これ玉ねぎと厚揚げとしらすとこれを合わせます。かつおのだしとしらすのだしを合わせたおだし。しらすってお母さんがイワシで、お兄さんぐらいのサイズっていりこだしに使われるいりこ、このぐらいのお兄さんサイズ。それより小さいしらすはもっとピュアで綺麗な上品なだしが取れます。お味噌汁のしらすのだしが美味しい。美味しいね。今日はお豆腐と青のりです。こんにちは。嬉しい。1名。どうぞ。ランチ初ですね。ね、嬉しい。お願いしましょう。バターで定番で。バッグも置いときますね。夜食べれないのが明太子。この人もみんなレッドカード使ってるからそんな元気でね。全然ちょっとどちらが頑張れるかなぐらい。お待たせしました。明太子で。普通には。途中で入れならかけたりしてみてください。はい。ね。いくら2つ。はい。このお米だったらお米だけでもいいぐらいね。冷めても美味しいんですよ。うん。お待たせしました。いくらです。いらっしゃいませ。
インターンメーカーです。はい。明太子小盛りです。はい。もう本当に当たり前に食べてますね。なんか毎日。あとなんかみんな好きな釜揚げ屋さんとかあると思いますし、スーパーとか行ってもなんかしらすコーナーがめちゃくちゃ大きくて、で生パンチ毎日食べようか。基本冷蔵庫も一緒ですね。つまみ食いとかさ。お腹空いた時ね、幼馴染なんですよ、小1からの。だからここで喋るときは土佐弁。基本とさべ。日本を飛び出してこうバックパッカーで海外を放浪してた時期もあるんですけど、もともと当たり前に思っていたことを俯瞰して見られるようになったっていうか、高知の人がもう本当に毎日当たり前に食べてるしらすって全国的に見るとすごいレベルが高いんだよって、気づいて、でなんか最初は高知の人って美味しいものたくさん持ってるのに売るの下手だよねとかってぼやいてたっていうか、上京してる高知の人って結構言うんですよ、そうやって。私もそれを言ってたけど、なんかある時にじゃあ私が売ってあげなきゃいけないんじゃないかなと思って、なんかあんまりぐちぐち言うの嫌だし、じゃあ私が高知の食材を PR する仕事を一生の仕事にしようって思って前の仕事を辞めたんですよ。何のスキルも経験もないのにで辞めてからちょっとニッチですけどしらす屋になりました。発音気になりました。食べてます。は本当に食べてほしいです。あ、そうなんですね。めっちゃ美味しいんで、しらすはもちろん食べてほしいんですけど、そう多分この辺で一番うまいかもしれない。ねえ。カツオのたたきは出していいんですかって言われるから、しらすポン酢を使ってて、そういう出し方もしています。見た目にはわからないけど、しらすの出汁をしっかりとったポン酢を使ってイワシの夜だとイワシの優しい筋目、これお母さんだから OK。お待たせ。赤ちゃんたたき定食です。しらすポン酢がたっぷりかかってます。ありがとう。これだけ厚切りのカツオのたたきをね、東京で食べさせていただくお店なかなかないので、美味しいのと、このポン酢がね、美味しいんですよ。すごい爽やかで、市販のポン酢だとちょっとこんな味わいなんです。大ファン。特に今の時期のカツはもちもちだから。弾力性あるよね。やっぱカツオの鮮度だよね。なんかスーパーで買ったカツオが。いや、そう。本当に我慢。何もう食べれなくなってしまったね。ごめんね。でやっぱ毎週来ないといけなくなっちゃった。なっちゃってるじゃんもう。タレがね、はい。いいよね。そうなんです。自家製で、はい。柑橘たっぷり使ってるんで。土佐だからな。はい。もうカツオにも柑橘にもプライドがあるんで。カツオはもう本当一番いいの入れてもらってますんで。子供が生まれてお昼の営業を始めて、もうなかなか今夜の営業に出れないので、もともとやってたんですけど、しらすのオイル漬けをもっと強く進めるように仕事を変えました。私
すごい飲むの好きなんで、このランチの時間帯に働いたことなかったんですけど、起きれないから。だけどもうお酒とかほとんど飲んでないですもんね。朝は気持ちいいですね。もっとこの場所が求心力を持てれば、なんだろう、こっちから発信するだけじゃなくて、向こうから情報とか人とか物とかがやってきて、でここに来ればコーチのことが分かったりとか、なんかそういう風に力をつけていけたらなって思ってます。六本木のコーチなんで、ここは。